新潟県知事選挙は現職の花角秀夫さんが最適です。で、新潟県というのは豪雪地帯ですよ。だから子供たちが遊べる場が冬場がないのはおかしいと言うて、全抵抗型の遊び場を作り上げる言うてるんです。子供に優しいとかありえないでしょ、そんなこと。せっかく花角さんが新潟県を東京の植民地にしてきてね、原発再稼働までにこぎつけたのにもかかわらず、植民地じゃダメだなんて抜かすんですよ、こいつ。女、子供、犬、猫に優しい知事は新潟に必要ありません。土田龍吾を選んでしまうと、新潟県は人口が増えて経済が上向いて、新潟県民が幸せになってしまうんで、土田龍吾を選んではいけません。実にけしからんことになってるんでね。本当にけしからんので、新潟県知事選挙について、ちょっと僕の態度を明らかにしておかなければいけないなと思っているので、緊急で動画を回しています。ご存知の方も多いかと思いますが、横川景気、青木まりこなどなど、私の周りの人々はですね、新潟県知事選挙でどうやらチョコ材にもですね、野党候補の方をですね、応援しているようなんですね。ですが僕はもうちょっと断言しておこうと思って、新潟県知事選挙は現職の花角秀夫さんが最適です。もう結論申し上げます。自民党が一生懸命応援している花角秀夫さんがね、最適です。これ間違いがない。もう間違いないですよ。だって考えてごらん。選挙の構図を考えてごらんよ。立憲民主党と一緒に中道改革連合とやらいう政治集団を作ったはずの創価学会の皆さん、公明党の皆さんが応援しているのは野党の候補ではなくて自民党の花角秀夫さんです。花角秀夫さんには創価学会がついている。素晴らしい。実に素晴らしいじゃないですか。もうその段階で素晴らしい。もう公明党がやりたかったことは、衆議院選挙で小選挙区を戦うのがしんどいから、比例代表に回りたいと。だけに回りたい。そのために立憲民主党を利用しただけだという創価学会さんの本音が出た選挙です。その創価学会さんの本音をですね、まずはちゃんと評価してあげる。ね、創価学会さんは自民党が嫌やから連立を離脱したわけではないと。衆議院選挙でもう自民党と一緒にやってたらね、比例代表だけでやらせてもらうということはできないと。で、石井という代表がね、落ちるというような恥もかかなあかんと。そやから立憲民主党はアホやから利用できるやろうということで、立憲民主党を上野の駅の改札口で待ってる、家出少女を待ってるヤクザみたいに騙してですね、吉原の風呂にはめるみたいに立憲民主党をはめて、自分だけは比例代表で生き残ろうと。で、地方の選挙では自民党とにぎにぎをしようという、創価学会さんの現世利益、南明法蓮華経の功徳が出た、極めて宗教的に正しい候補が花角候補なんです。実に素晴らしいじゃないですか。でさらにね、もうこの写真が全てを物語るんですが、花角候補の選挙の姿を見てください。応援してるのはスーツを着たおじさんばかりです。素晴らしいじゃないですか。もうね、女子供の意見なんて聞いてるような選挙はダメなんですよ。そんなね、女子供がね、ごたらごたら言うような選挙はダメです。ビシッと、男が、高齢の男性が何もかも決めるというね、その古き良き日本の政治をね、花角さんは追求しようとするわけです。その姿勢が現れたのが今年3月の議会ですよ。もう花角さんのこの素晴らしさがね、滲み出た答弁があったんです。今年3月の議会なんですけどね、選挙の前ですが、新潟県の刈羽村の村長さんがですね、男と女の役割分担はあるということをおっしゃったわけですね。で、それが新潟県内で問題になったんです。で、それが県議会で聞かれたんですよ。だから、チョコ材にもですよ、このね、野党のね、アホみたいなね、極左のね、左翼の土田龍吾とかいうやつ、未来新潟とかっていう解放なやつがね、この村長の発言について、社会を牽引すべき方から若者の意識に逆行するような発言だったことは看過できないという批判の声が出たんですが、
なんと知事はですよ、正々堂々と、社会の中に男女の役割があるということを否定できないという立場を貫いたんです。実にけしからんでしょ、この土田龍吾とかいう男。新潟県は、男だけで決める、女子供は黙っとけというやり方でやるんですよ。にもかかわらずですよ、土田龍吾とかいうね、ようわからん野党のやつがですよ、若者の意識に逆行するようなことを行政の職人が言うたらあかんとかいうようなことを、生意気なことをほざくわけ。まだケツの青い38のおっさん、お兄ちゃんがですよ、おっさんたちが決めてる話に対して文句つけるわけ。実にけしからんでしょ。しかもですよ、花角さんは忠実な東京の下僕なわけです。そもそも知事になろうとしたのは新潟県の副知事やったんです。終わったら千葉の船橋に家建ててるから、引退してそこへ帰りたかったの。今も千葉県船橋市にあるんだけど、でも当時経済産業大臣だった二階俊博さんの命で原発再稼働せなあかんから、これまで泉田さんも含めてね、原発に懐疑的な知事が新潟では続いてきたけども、お前やったら原発再稼働に持っていけるだろうということで、東京の命令を受けて新潟県知事してるんですよ。新潟なんかどうでも東京が大事なんだっていう新潟県民の代表としてですね、花角さんほどふさわしい人いないじゃないですか。素晴らしい候補でしょ。でね、その新潟の県民意識というのはね、もちろん新潟県民はバカじゃないから、柏崎刈羽を動かしたところで1ワットも新潟県では使えないと。花角さんの家のある千葉県船橋市では使えるかもわからんけど使えないということで、その反原発の意識が高いんですよね。で、その高いから、一番最初の、今回の選挙ちゃいますよ。一番最初の選挙の時ですよ。花角さんはどう言うてたか言うと、こう言うてたんですね。脱原発社会を目指します言うてたんです。見てこの花角さんの用意周到さ、イラスト屋を使って、私は脱原発社会を目指します言うてたんですよ。で、自分は脱原発候補ですって8年前に売り込んではるんです。で、さらにはですよ、8年前の政見放送が残ってるんですけど、新潟県知事候補花角秀夫です。素晴らしいです。原発についてお話ししましょう。原発については前知事の3つの検証を引き継ぎ、徹底的に検証を進めます。その検証結果が示されない限り、再稼働の議論。検証結果が示され限りない、サウンド議論、検証結果広く情報を共有する言うてたんです。県民の納得が得られるか見極める言うてるんです。こんな素晴らしいことを言うときながら、その3年後に、柏崎刈羽を動かす時の公聴会どうしたか言うて毎日新聞が報道してるんですけれども、見て、柏崎刈羽再稼働知事の見極め初の公聴会も制限厳しく、公聴会どうやったか言うと、マスコミの出入り一切禁止、公聴会だけど、取材禁止、一般県民の参加も禁止、リモートのみ。で、発言できるのは原発推進派だけ。なぜならば反対派の意見はすでに聞いているから。実に剣謀術数がうまい。こんな素晴らしい候補はね、二度とないと思いますよ、新潟県にとって。花角さんに投票すれば、すべてが東京の意見が通り、知事は新潟ではなくて千葉県にあって、柏崎刈羽の電力を使える知事が生まれ、公聴会といえば完全クローズになってマスコミが締め出しになり、女子供が家で住んでいる。で、社会に対して女子供は何も言わない。すべておじさんたちが決めていく。このね、日本のあるべき姿がですね、花角秀夫候補によって実現できるわけです。一方ですよ、先ほど議会でですね、その花角さんの素晴らしい政策、女子供は黙ってろと。新潟県民はどうせバカだから千葉に家のある俺のための原発再稼働を認めるだろうと。認めさせるためには一番最初脱原発ですって言うて選挙に立候補して途中から収支買いをすると。森友事件のちょっと前の大阪航空局の局長をやっていた森友学園に不動産を連売する剣謀術数を新潟県民にも使うこの素晴らしいマキャベリストの花角さんに対してですよ。文句をつけたのが土田龍吾というね、
立憲民主党みたいなとこから出てるね、アホな候補者がおるんです。県議会で家父長制はおかしいって叫んで、どうなってんねんって叫んだんやけど、入れられへんかって今度知事選挙に出る言うてるんですよ。クソ若造がね、また38のクソガキがですよ。こんなポスター作ってね、今こそ真を問うやて。花角さんが真を問います言うてから問わへんかったから言うて、今こそ真を問う言うて。生意気なね。でね、この土田隆吾っていう候補者なんですけど、実にけしからんのです。何がけしからんってね、こういうことを言うんですよ。自分の政治信条が憲法14条だ言うんです。あらゆる差別を許さないって言うんです。で、それ新潟に関係ないじゃないかって突っ込まれるでしょ。いや、関係あるんですと。新潟県の人口流出は女性がほとんどなんだと。で、女性の意識調査をすると、新潟県にある女性差別の意識が嫌やから、東京とか大阪の大都市に逃げていくと。ということは、新潟県の人口流出は家父長制にあるじゃないかっていう、本当のことを言うんですよ、こいつ。許せないでしょ？実にけしからんのです。それはね、絶対言っちゃいけない。それ本当のことなんだから。本当のことなんだから、それは言っちゃいけないことですよ。で、こういうこと平気で言うわけですよ、こいつは。そういうことを言うと、せっかく花角さんがね、新潟県は60代以上の男性だけで物事を決めるんだということで、こういう選挙戦を展開してるわけですよ。ね？こういう選挙戦を展開してるの、スーツのおじさんしか周りにいないという選挙戦を、こうやって地道に展開してるにもかかわらずですよ、土田隆吾見てみてください、これ。許せないですよ、もう。選挙演説してるですね、子供が集まってくるんですよ。許せないでしょ？せっかく国策として女性差別と少子化を進めているのに、選挙演説してる最中に子供が集まってくるんですよ。実にけしからん。あるべき姿は花角さんなんです。実にけしからんですね。政治信条が憲法14条であらゆる差別を許さない。そんなことをね、平気で言うようなやつがね、政治家なんかやってダメですよ。しかもですよ、この土田隆吾、選挙の第一声で、私は東京のケツを舐めないと。新潟県のことは新潟で決めるって抜かし上がったんです。なぜだ？花角さんの言うように、新潟は東京の奴隷になるべきじゃないか。けしからんね。花角さんがお手本なんです。知事になってから新潟県は借金まみれになったんです。東京の言うことを聞くたびに。で、記載許可団体に転落してるんです。花角さんの手腕で。今後30年間借金付けって決まったんです、もう。花角さんは東京の奴隷として新潟県民を差し出して、新潟県の巨大な借金というのを作ったんです。北海道と新潟と兵庫県だけです。47都道府県のうちに記載許可団体になってんのは。もう花角さんに任しとけば、新潟県はちゃんと東京の奴隷になって借金まみれになるのにもかかわらずですよ。この土田隆吾という男は、東京のケツは舐めないなんて抜かしやがんの。生意気でしょ？実にけしからない。でね、8年前の選挙で、花角さんがこんなことを言うから、新潟県民は署名活動をしたんです。今の知事も脱原発だろうと思って、14万筆の署名を集めて、県民投票してくれて頼んだんです、知事に。知事はそれをここに入れたまま、議会だけで決めるって判断をしたんですよ。にもかかわらずね、この土田隆吾という候補者は、県民の話聞く言うてるんですよ。けしからないでしょ？花角さんがこの何年間か進めてきたように、新潟県民は東京都民、千葉県民の奴隷になって、税金も何もかも借金として差し出すというのが新潟の役割ですよ。東京の植民地新潟というのが花角さんの政策です。それに異を唱えて、県民の言うことを聞く言うんですよ。県民の言うことを聞くなんて、さらにですよ。この土田隆吾という男はですよ、もう何年間も一人の女性と生活を共にしてるのに入籍してやがらないんです。無責任な野郎でしょ？入籍しない理由は何か。強制的夫婦同棲政策が取られている以上、すなわち選択的夫婦別姓がないから、なぜ妻の性が変わらなければいけないのか、なぜ自分の性が変わらなければいけないのか、なぜ自分のアイデンティティが結婚で変わらなければいけないのか、わからないという理由で入籍してないんです。
選択的夫婦別姓を進めたいから私は政治家だけれども事実婚でいいですと。その代わり選択的夫婦別姓制度を作るために粉骨砕身頑張ります言うてる。で、さらにですよ、本業こいつ八百屋なんですよ。八百屋で毎日野菜売ってるんです、この土田龍吾という男は。だからね、生活者の苦しみが分かり上がるんです。花住さんのようにですよ、生活者の苦しみなんて分からなくたっていいんですよ。いらないの、生活者の苦しみなんて理解する必要はないの。こうやっておじさんたちで決めていけばいいのにもかかわらず、土田龍吾は、生活者の苦しみがわかるのよ。さらにその生活者の苦しみがわかるために八百屋をなぜやったか言うたらね、こいつね、東日本大震災と能登震災の日に発災直後にボランティアで現場に行って何日間もそこで飲まず食わずで復興作業に従事してんねん。だから食べ物が大事だっていうことが分かってるから、八百屋という職業をやってるんです。実にけしからんでしょ？で、しかもですよ、プロのボランティア集団みたいなとこに入ってですよ。だからチェーンソーとか持って道なき道を自衛隊と一緒に切り開くみたいな肉体労働してるから、県外の災害が発生すると県外のボランティアに来てもらわなければいけないと言うてるから、知事になったらね、県外ボランティアと県内ボランティアの共同の訓練のプログラムを始める言うてるんです。許せないでしょ？訓練するんですよ。防災のために。花住さん、防災予算削ってんねんで。借金返さなあかん言うて。それが正しい道でしょ。新潟県民は東京都民の奴隷なんだから、地震が起ころうが津波が起ころうがしんどいたらええやんけ。土田龍吾が知事になってしまったら、防災に強い新潟県ができてしまうじゃん。命が救われてしまうじゃない。そんなことがあってはいけないでしょ。で、命を大切にする証拠にね、こいつね、この土田龍吾って男なんですけど、けしからんことにね、猫こうとるんです。けしからん。実にけしからん。名前がですよ、猫2匹こうてて、それも両方とも保護猫ですよ。保護猫2匹こうててね、名前がね、あずきとくるみですよ。めっちゃ可愛いやんけ。絶対許されへんやん。実にけしからない。あずきとくるみですよね、この名前。もうね、許せないでしょ。で、八百屋やってるでしょ。で、食の大切さは分かってるから、小学校、中学校の給食費は当然ゼロであるべきだとか言うてんねん。そんなことしたらお前子供の数が増えてしまうじゃないか。で、新潟県ってのは豪雪地帯ですよ。だから子供たちが遊べる場が冬場がないのはおかしいと言うて、全抵抗型の遊び場を作り上げる言うてるんです。子供に優しいとかありえないでしょ、そんなこと。こんなことをしたら新潟県の人口流出が止まって、子供の数が増えてしまうじゃないか。でね、緊急物価対策は国の予算でついてるけども、花住さんみたいに、アホみたいにその金持ちに使うんやなしに、生活に苦しい人に使うべきや言うから、緊急物価対策費用は上下水道の基本無料化に使う言うてるんですよ。こんな政策されたらね、何のために花住さんが8年かけて、新潟県民を東京都民の奴隷に仕上げてきたかわからんようになるやん。せっかく花住さんが新潟県を東京の植民地にしてきてね、原発再稼働までにこぎつけたのにもかかわらず、植民地じゃダメだなんて抜かすんですよ、こいつ。でしかも身長が187センチあるんですよ、こいつ。土田龍吾。けしからん。それは心の底から言うけども、けしからん。身長187センチ。足の大きさが29センチですよ。で、しかも自分も猫飼うてて、ペット飼うてるから、ペットの気持ちがわかる言うて、さっき言ったみたいに災害が起こった時に、備えるために県外のボランティアと県内のボランティアの共同訓練するだけではなくて、きちっとペットを連れて逃げれる避難所を作るためのペット用の避難所も作るとか言うてんで。女、子供、犬、猫に優しい知事は新潟に必要ありません。新潟県のことを新潟で決めようとする知事は新潟に必要ありません。花住さんのように東京の言うことだけを聞く知事が新潟には必要なんです。だから、土田龍吾なんていう名前を投票用紙に書いてはいけませんよ。で、この動画を切り取るなんてことしちゃダメだからね。切り取って拡散するなんてことしちゃダメだからね。実にけしからんやつです。新潟県の人口流出は、意識調査の結果、女性差別にあるということに分かったので、家父長制こそが新潟県の人口流出の根源であるとかいうようなやつは実にけしからんですよ。学校給食無償化する？
そんなことしたら子供の数が増えてしまうじゃないか。実にけしからない。災害に強い新潟県を作ろうとする。許せないですね。住みやすくなってしまうじゃない。新潟県が。土田竜吾を選んでしまうと、新潟県は人口が増えて経済が上向いて、新潟県民が幸せになってしまうんで、土田竜吾を選んではいけません。実にけしからんやつです。実に許せんのです。家父長制撲滅とか、選択的夫婦別姓制度とか、選挙演説の中で強制的夫婦同姓政策してる国は世界中で日本だけですとかいうほんまのことを言うんですよ、こいつ。土田竜吾が知事になってしまえば、新潟県の人口が増えて、女性差別が解消されて、女子供が社会に出て物を言うようになり、学校給食がタダになり、子供の遊び場が冬間もできて、で、脱原発社会を目指そうとして、防災のための強い枠組みができてしまうんですよ。実にけしからん。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。